おいっすー、のりぞうさんです。今回は産業機械用の部品を使って爆速でエア抜きできるダンパーオイルエアリムーバーの作り方をやるよ。ダンパーオイルであまり800番は使わないと思いますが、エアが抜けにくい硬いオイルでも楽々エア抜きできます。72時間働けますかみたいな、とにかく時間がないスーパービジネスマンにおすすめのハイパータイパツールです。おまけに製作も超簡単。のりぞうさん、元ネタはこれです。車やバイクのブレーキフルードを簡単に交換できる自作ワンマンブリーダーの流用です。圧縮空気を使って不圧を発生させてブレーキフルードを抜く道具です。めっちゃ便利だけど全然流行らないあれです。このシステムの心臓部がこれ。産業機械用の真空エジェクタを使って真空引きします。供給する圧縮空気圧力により変化しますが、0.45 メガパスカルの空気を供給するとマイナス90キロパスカルまで減圧します。今回エアブラシ用のコンプレッサーを使用するので供給圧は 0.35 メガパスカルくらいです。エジェクタに空気を供給してみます。一瞬で約マイナス60キロパスカルまで減圧しました。ラジコン用のツールみたいにシュコシュコしなくても OK です。ブレーキフルードの代わりに水を吸ってみます。圧縮空気を供給します。こんな感じでめっちゃ吸います。バイクで使うときは気をつけないとマスターシリンダーがすぐに空っぽになってしまいます。のりぞうさん、製作方法ですが、瓶の蓋を加工したらほぼ終わりです。ワンマンブリーダーの時は蓋にナットサートを打ちましたが、今回はハンドナッターを持っていない人でも作れるように違う方法で製作します。ナットサートの代わりに iNippleNI4 とグロメット KGE3A という部品を使用します。瓶の蓋に2ミリくらいのドリルで下穴を開けます。ステップドリルで6ミリの穴を開けます。穴を開けましたが開きません。失敗しました。キレの悪いステップドリルで開けたらガタガタになりました。仕方がないのでカインズで空き瓶を買ってきました。価格は148円でした。蓋に6ミリの穴を開けたらグロメットにコーキングを塗ってはめます。グロメットにニップルを刺します。ニップルが取り付けできたらウレタンチューブを接続します。ウレタンチューブを適当な長さに切断します。ウレタンチューブにシリコンオイルを塗ってニップルへ刺します。これでほぼ完成です。あとはチューブにエジェクタを接続すれば完成です。エジェクタ本体の接続方法はこんな感じです。空気の流れはこんな感じです。圧縮空気を供給するとエジェクタで不圧が発生し、瓶の中の空気を吸い出します。もう一本接続したチューブにはバルブを取り付けます。このバルブは瓶の内圧を大気圧に戻すときに使います。のりぞうさん、リークチェックを行います。グロメットのシール性が怪しかったので内面にコーキングを塗りました。コーキングゴテゴテでスタイリッシュではありませんが、漏れたらダメなのでよしとします。減圧させて漏れがないかチェックします。しばらく放置します。
問題ないですね。実際に CVA ダンパーのエア抜きをやってみます。ダンパースタンドは VU40 塩ビパイプとキャップで作りました。25年くらい前に買ったシリコンオイルに150番を入れます。ちょっと見にくいと思いますが、エアを噛んでます。瓶の中にダンパーを入れます。圧縮空気を供給して減圧します。しばらく放置します。5分ほど放置したので開けてみます。こんな感じです。ピストンをストロークさせてエアーが混ざっていないか確認します。もう一回エア抜きします。しばらく放置します。5分ほど放置したので開けてみます。エア抜き完了しました。あとは蓋を閉めたら完成です。動作チェックします。クチクチいってないのでエア紙は大丈夫です。ノリゾーさんスペシャルのオーリングも作動良好。最後に使用した部品の型番と価格を載せておきます。